今回紹介させていただくのは文と巌流のトラペーズダッフルコートになります。ダッフルコートを着るのは学生まで、そんな風に考えていた時期が自分にもありました。しかしこの文と巌流の一着がその考えを一転させることになります。コム・デ・ギャルソンの一ラインとしてストリートのムードを取り込み、ポップと前衛とベーシックをコンセプトに、ギャルソンに新しい風を吹かせる存在として活躍したブランド巌流。定番のサルエルデニムを筆頭にファンも多いブランドでしたが、デザイナー巌流氏の退社に伴い 2017SS シーズンで終了いたします。そんな巌流氏が自身の名を冠し、新たに 2019SS シーズンから再始動したブランドが文と巌流になり、その文と巌流にとって初めての AW シーズンで登場し話題を集めたのがこちらのトラペーズダッフルコートになります。台形を意味するトラペーズをモデル名に冠し、足首ほどまであるロング丈に体全体を大きく包み込むような裾広がりのビッグシルエットが特徴の一着です。ものすごく多い生地量ながら、もはや自立するのではないかとすら思えるほどにそのシルエットが崩れません。単純にビッグシルエットと表現するより、むしろ立体的なシルエットという方がふさわしいかもしれません。このシルエットは裏地にメッシュ素材を組み合わせたボンディング生地を使うことで実現していて、着用者の体と服の境界を完全に曖昧にすることでストリートらしい雰囲気をまとった巌流らしい一着です。ダッフルコートという型自体は民族衣装を起源に海軍の防寒着としてミリタリーのシーンでも使われ、その後スクールコートとしても愛用されてきたようなアイテムであり、ストリートシーンでもおなじみのアイテムですが、この文と巌流のダッフルコートに関して言うと、素材感や雰囲気はむしろかなりモード寄りな印象を受けます。一方で裏地の異素材感やシルエットの妙で、着用するとストリートにうまく落とし込めるバランスに仕上がっているのがこのアイテムの魅力でしょう。ディテールについても見ていくと、まず目につくのはやはりフロントのトグルでしょう。生地の上品なグレーからトグルのシルバーまでの一直線のグラデーションの中に、コードの色味もトーンを合わせて配置することで非常にまとまりのあるモードな雰囲気を生み出しています。ボタンも文と巌流と刻印されたシルバーのメタルボタンになっていて、トグルを含めたこういったパーツが統一して仕上げられているのもモダンな雰囲気を醸し出してくれる一因かと思います。丈は非常に長く、いわゆるロング丈のアウターになるわけですが、この丸みのある立体的なシルエットが原因でしょうか。ロング丈アウター特有の露骨で押し付けがましい格好さというものがありません。巌流さんはデザインにおいていかにゼロを表現するかを意識していると言いますが、このダッフルコートはいろいろな観点でその感じを体現した
最高の一着になっているかと思います。そんなところで、海と巌流のトラペーズダッフルコートの紹介でございました。ご視聴くださり、誠にありがとうございました。